盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマはこれうちのねスタッフさん撮影していただいてるスタッフさんのお庭にお家のねお庭にね自然に生えてきた松を、定期的にこのチャンネルでね針金巻いてここぐねぐねとね曲げてみたりとか枝要所要所だけねこうやって今も針金残ってますけどこうやったら綺麗になるんじゃないかなっていう針金をね巻いてみたりで今の状態ね視聴者さんからそれこそご要望があってあれどうなりましたかっていう今年ねこういうとことかこの辺とかねあと先の方これわざと痛めつけるような目切りしたんですけどこの辺の目を強く刺すための痛めつけるような目切りをこの辺して、何箇所かだけ目切りしてこれ小さいとこは目切りしてません。はい、目切りをほとんどの場所してないんでそんなに突出した変化はないですね。ただここを痛めつけるような目切りをしてこの中の方に芽を出やすくするためと思ってやったんですけどこれ今見てたらね、これもそうなんですけどこのハサミのこれとかねこれとか多分これ芽ですね。だからやっぱ胴吹きしてるんですね。で胴吹きしやすい場所っていうのがあってそれがこの、枝のその節あたりここが例えば3年前だったらここが2年前の節がねここからここでその境目そういうところに芽が出やすいんですけどちゃんと出てますね。はい、この辺芽がしっかり出てくると将来的にはここで切るようになると思うんですね。こんな長いのいらないんで。でこういう芽を使ってこの辺一つ枝を作っていくみたいな。はい、でこれ一応樹形でいうと文人木として作っていく感じでしょう。あとこういうのとかこれをこうぐるっと回してねてっぺんにするかもうこれを切ってもうこの長いのも切ってこの辺でてっぺんにして作るかでこの木のね最終的な、完成としてはこれね今うちのスタッフさんが今すぐ撮るにはちょっと惜しいなという感じでそのうちは撮るつもりではおられるんですけど今のうちはつけときたいみたいなんで多分これがてっぺんになってこうするか、これをこれも切ってねこの辺の芽がいっぱい固まってるあたりでてっぺんにして作っていくかぐらいかなと。そうですねあと何年ぐらいだろう3、4年したら結構固まってくるんじゃないかなと。だからちょっと針金をねこの辺これとこれ一回かけてもいいかなっていう感じはあります。はい、こんな感じでね、はい、やっていけば今やっちゃおうかな。今やります言っちゃったんでちょっと待ってください。はい、今針金をちょっとね仕事の中からちょうどいいサイズ切ってきました。はい、これもうかけちゃいます。どうかけようかな。これで効くかな。よいしょ。ちょっと近いとこからねお互い枝が出てるんで若干かけにくいですけども忘れてた。針金かける時にちょっと先にしないといけない作業やっぱ先の方までね針金かけよう思ったらねこれ今古刃取ってます。こういうのちゃんと取ってやらないとこの古刃のせいで先の方のかけたいところまで針金を持っていけなくなるんですね。葉っぱ巻き込んじゃうんで、はい、こうやってね優しくねで最後はスルッと上向けて抱え込むような感じでね、はい、でこっちができたらもう片方もここもだね
針金を巻くんだったら古刃を先取っといてくださいよという、ちょっと焦ってやっちゃったんで順番が逆になっちゃいました。これ手でやるとね、たまに葉っぱだけ取りたいのに芽も一緒に取れちゃう時があるんで、怖い方はハサミ使いましょう。でこうぐる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 と葉っぱを巻き込まないように最後くるっとね、どういこうかな、キュッとまず下げてみて、でこのてっぺんをこの子を使うとすると、単にこう上げるとねすごい長いので、これちょっと針金の巻いてる向きに螺旋に行ってみようかな、だったらちょっと高さを下げながら模様もつけながら、こんな感じかな。はい、ちょっとあちら正面ちゃんと向けてみます。こんな感じ。よいしょ。今この僕が右手左手で持ってる枝に針金を巻きました。でこっちはちょっと下げて、でこれちょっとぐるっとね、ちょっと螺旋っぽくして畳み込むというかね、緩い畳み込みです。で自然な感じでこうなんとなく三角形になってるようにね持っていきました。これはもう長すぎるんでそのうち取るんでね、この辺ぐらいで、これもそうだな、どうやろうな、もうちょっとこうぐにゃっといってもいいのかな。こっちに行ってからこっち行ってぐにゃっとね、こんな感じ。大丈夫、ちょっと待ってくださいよ。自分でもこんなぐらいかな。はい特殊な形なんでね、完全に思った通りはなかなか難しいですけど、ひょろっとした中なんで上の方もひょろっとした感じでね、バランスですよね、こういうのはね。全部が全部模様着みたいには針金かけないですよね。こうやって今ね針金かけたので、このたった1本針金かけただけで結構良くなったんじゃないかなと、格が上がったんじゃないかなと思います。はい。こういう感じでこの子庭にね種がどっかから飛んできて勝手に出た子がちょっとずつこういう植え替えもしてね、ちょっとずつ良くなっていく様をまたちらほらね撮影していきますんで、最初は本当何でもないんがね、今もう盆栽に結構ちゃんとなってるんで、また次回お楽しみに、なさっていただけたらなと思います。はい、では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。